腰痛は実は肩が原因で起こっているというお話をしていきます。私たちはね、二足歩行になったおかげで2つの大きな代償を支払うことになります。とにかく腰痛になったら肩を刺激する。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。このチャンネルでは私が長年研究開発した生態テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回は新企画、専門家だからこそ知る体のね、悩みやトラブルの意外な原因についてじっくり解説していきます。いろいろね、試してみたけれどなかなか改善しないという体の悩みをね、お持ちの方はぜひ参考にしてください。今回はね、腰痛についてです。腰痛は実は肩が原因で起こっているというお話をしていきます。腰の痛み、老若男女、誰もが経験をするとても身近な症状ですよね。腰はね、その文字の通り、体の要。ここにね、トラブルが起こってしまうと、日常生活もね、ままならなくなってしまいます。さらにね、腰椎の異常によってね、神経まで圧迫されると、足にまでね、様々な痺れや痛みなどのね、症状を引き起こしてしまいます。これはね、安静にしている時も痛みやね、痺れが出てしまうため、とても辛い症状なんですよね。さて、そんな腰痛ですが、皆さんはいつもどんな対処をしていますでしょうか？一般的にはね、マッサージをしたり、ストレッチをしたり、あと湿布を貼ったりするなど、おそらく腰回りをね、中心に処置をして、だけどなかなか根本解決に至らないっていう方多いんじゃないでしょうか。またね、腹筋や背筋など間違った筋トレをしてさらに症状を悪化している方も少なくないと思います。そこで今回はですね、腰痛と肩の関係を紐解いていき、門下生の皆さんがね、さらに健康になっていけるような情報を展開していきたいと思います。ところで皆さん、なぜ腰痛の原因は肩なのか、それをね、説明するには今から600万年前まで遡る必要があります。むちゃくちゃ前ですね。もうピンときた人いますよね。そう、二足歩行への進化です。私たちはね、二足歩行になったおかげで手がね、自由に使えるようになり、その結果ね、脳がね、著しく進化して今に至ったと言えます。ですが逆にその結果、2つの大きな代償を支払うことになります。その1つ目は、四つ足のね、動物のように常時肩に刺激が入らなくなったということです。四つ足の動物ならね、このようにね、移動するとき、手をね、こうやって前に出すときなんかは背中側の筋肉が働きます。そして自分の体重をね、こうやって支えて、こうやってね、踏ん張るときは実はね、お腹に力がね、入るんですね。結果ね、腰骨周りのね、環境もものすごく安定するんです。その反面ね、私たちのようなね、二足歩行では肩へのね、刺激が皆無なんですね。そして2つ目、それは私たちはね、直立したことによりまっすぐだった腰椎に反り腰という概念が生まれたことです。このね、モデルで説明すると、四つ足の動物はね、こんな感じで四つ這いで歩いて、こうやって腰骨はね、こうやってほぼストレート化しています。まっすぐなんですよね。ですが私たちはこうやってね、直立したおかげで腰骨に前腕って言って前側に反っている、こういうね、湾曲が生まれました。そして2つ目の腰椎の前腕、つまり反り腰という概念が生まれた。これらのね、2つの大きな代償によって私たちにはね、年代別に2つの特徴的な腰痛疾患が生まれました。1つ目は腰椎のまっすぐ化です。そして2つ目は腰椎の反りすぎです。このね、2つの問題について解説していきます。まず1つ目は20代からね、40代に多い腰椎のね、ストレート化、腰椎がまっすぐになることによって起こる腰痛です。せっかくね、私たちはね、二足歩行になったのに、みんな座りすぎです。デスクワーク、スマホ、テレビの見過ぎ、長時間ドライブ。こうやってね、座っている時間が長いとね、私たちのね、背骨っていうのはね、ググ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 グって、こうやってまっすぐ化してしまうんですね。私たちのね、腰骨っていうのは、正常だとね、こうやってね、軽い前腕って言ってる、軽く湾曲しているので、こうやってね、体重もしくは足への衝撃を吸収してくれます。ですが、
在位時間がこうやって長いとね、腰骨がね、ストレート化してしまうと、こうやって私たちの体重を吸収できなくなって、腰の関節にストレスを与えて、腰痛が引き起こされやすくなってしまうんですね。またね、20代から40代の人たちは仕事とかね、スポーツとか、まだまだ活動が盛んなので、こうやってストレート化した状態で重たいものを持ったり、なんかね、腰をひねったりすると、このね、椎間板、腰骨と腰骨の間にある椎間板が、後ろにね、ピュッて飛び出します。それがね、腰の神経を圧迫したら、椎間板ヘルニアの始まりです。20代からね、40代っていうのは、この椎間板がみずみずしいので、後ろに飛び出しやすいですよね。その反面ね、60代以上の方っていうのは、どんどん水分がね、少なくなってくるので、椎間板ヘルニアによる痛みっていうのはね、起こりづらくなってきます。では、座っていると腰が痛い、座っていると足がしびれるような椎間板ヘルニアになった。こういう方たちはどんな運動をしたらいいんでしょうか？正解は、肩を動かして背中側の筋肉を刺激することです。代表的なのは僧帽筋の運動です。僧帽筋っていうのはね、後頭部から始まって、こうやって肩甲骨にこうやって上から繋がって、また肩甲骨から下の方に向かって、腰骨の上の方にね、繋がっています。ですのでね、特にこの僧帽筋の中でも、この下部線維って言って、この肩甲骨から腰骨の上の方にね、繋がっているこの僧帽筋下部線維を働かせることによって、腰椎にグイ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 っていつもね、伸長刺激が加わって腰骨のまっすぐ化を防いでくれるんですね。腰のモデルでも説明すると、肩甲骨を動かす運動、特にこの僧帽筋下部線維を働かせる運動をキュッ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 って継続すると、腰骨の上の方につながっている僧帽筋の下部線維の筋肉の収縮力が腰骨にね、キュッ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 って腰骨を引き上げる振動をね、与えてくれます。そうすると背中側の筋肉がキュッ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 って働くようになって、こんな感じ、軽い前腕っていう正常な湾曲を作り出してくれるんですね。これね、腰がまっすぐだからって言って腰でこうやってね、背筋運動をしてしまうと腰の関節を痛めてしまうので注意が必要です。なので腰を動かさずに肩を動かすことによって自然に腰椎の前腕を獲得する。これがね、とっても重要なんです。こうすると自然にね、正しい姿勢を再獲得できるので、頭にね、入れておいてください。このね、肩甲骨を動かす僧帽筋下部線維のね、運動っていうのは、私がね、以前配信していて、500万回以上再生されている肩甲骨剥がしの初級編っていう動画があります。こちらね、概要欄に貼っておきますので、この動画をね、見終わったらぜひチェックしてみてください。ちなみにね、四つ足動物はね、さっき言った腰椎はストレート化しているけど、人間みたいにね、こうやって重力によってね、椎間板が潰されず、こういう風に重力に対してこうやって移動しているので、椎間板に圧がかかりづらいです。またね、こうやってさっきもね、お伝えしましたが、歩く時にね、毎回こうやって手を出す瞬間に僧帽筋下部線維をはじめ背中側の筋肉が働いているので、腰椎をね、活性化させる背中の筋肉が常に働いています。ただしね、ワンちゃん、犬を飼っている人は参考までに、腰椎の反りすぎっていうよりも、やはり腰椎のストレート化による椎間板ヘルニア、こっちの方の症状出やすいので、腰が痛そうとか、なんか足の動きが悪いっていうのを症状をね、見たらね、なんか注意してあげるといいです。続いて2つ目は、60代以上に多い腰椎の反りすぎによる腰痛問題です。この原因はね、圧倒的にお腹の筋力不足です。私たちのね、背骨っていうのはね、こうやってね、お腹にね、こうやってキュッて力が入ってくれると、ギュ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 って腰骨が反らないようにしてくれます。お腹にね、力が入らないと、こうやってね、腰骨がどんどん反っていってしまいます。こうなるとね、反り腰による腰痛。これはね、60代以降じゃなくて、30代、40代でも起こりますよね。そして、ぽっこりお腹。ちょっとひどくなってくると、腰椎の分離症や滑り症。最悪はね、5分ぐらいこうやって歩いていると、もうね、足腰が痛くて、こうやってしゃがみ込みたくなるような脊柱管狭窄症、そういう風にね、診断されて手術宣告されることです。本当これらはね、まさに二足歩行のね、弊害ですね。先ほどもね、説明した通り、
まず私たちは二足歩行により腰が反りやすくなりました。加えてね、四つ足動物のように体重を手を使ってね、肩で支えない。これによりね、お腹の筋肉がどんどん低下していってしまうんですね。ここでね、ちょっと余談ですけど、私たちのね、本来の寿命っていうのは、このね、腰椎の反りすぎによる症状が出やすい60歳ぐらいなんですよね、本当は。というのもね、哺乳類のね、寿命っていうのは、おおむねですが、20億回の心拍数で全うされるっていう風に言われています。人のね、1分間のね、心拍数っていうのは、だいたい60から70回ぐらいです。仮にね、1分間の心拍数が60回とすると、1時間 ×60 だから3600回。1日だと24かけて86400回。1年間だとね、それに365かけて3153万6000回。結構心拍行ってますよね。よってね、私たちの寿命の心拍数20億回をこれで割るとね、63.4 歳なんですよね。まさに腰椎の反りすぎによって症状が出る年齢と結構似ているんですよね。まだね、現在寿命がね、伸びているのはね、みんなもご存知かと思うけど、医療の発達、そして食生活の改善、そして予防知識が広まっていることもね、ありますけど、やはりね、腹筋力の向上、そして腰へのストレスは60歳の寿命をまだまだ超えられていないっていうのがね、私たち人の現状なんですね。よってね、立っている時の腰痛やしびれ、そして歩いている時の腰痛や足のしびれっていうのは、とにかく四つん這いになってお腹の筋肉を刺激しましょう。こうやってね、四つん這いになって肩への荷重がお腹へのね、筋を活性化させてくれます。このね、お腹の刺激方法は過去に配信した脊柱管狭窄症改善の中級編、このね、四つん這いになって運動するアプローチがとてもね、効果的なので、こちらもね、概要欄にね、リンクを貼っておきますので、ぜひこの後ご視聴ください。ここで一つ、脊柱管狭窄症やね、腰椎滑り症で手術宣告されていたり、なかなか改善しない方、間違ってもこんなね、ストレッチや、このようなね、腸腰筋を伸ばすようなストレッチを行ってはダメです。より症状がね、悪化してしまいますので注意してくださいね。こうやってね、股関節の前の腸腰筋をいくら緩めても、反り腰による神経症状は全く改善しません。四つ這い運動が最強です。はい。ここまでね、話をしてきて、皆さんね、なぜ腰痛の原因が肩なのかっていうのをね、お分かりいただけたかと思います。今回のね、話をまとめると、なぜ腰痛の原因は肩なのか。理由は二足歩行になって肩への刺激が減ったから。そして腰の湾曲別に2つの問題が浮き彫りになりましたよね。1つ目は腰椎のストレート化、まっすぐなってしまう。年齢的に20代から40代に多かったですね。原因はスマホやデスクワークなど長時間の座位姿勢。症状としては座位での腰痛や足のしびれ。解決策は肩甲骨を動かす僧帽筋下部繊維の運動でしたね。そしてもう一つは腰椎の反りすぎ。年齢的には60歳以上が多いです。原因はお腹の筋力不足。症状は歩行時や立位の時の腰痛や足のしびれ。解決策はとにかく四つ這いになって腹筋刺激でしたよね。とにかく腰痛になったら肩を刺激する。皆さん今すぐやってみてくださいね。今回は腰痛は実は肩が原因で起こっているということをね、解説してきました。役に立ってよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをどんどんください。それではまた次回。